疲れ様です。ジーク鈴木。収入は低め、血圧は高め、司令官コンスコンです。今回の動画ですけども、ようやく乗りましたホンダの N 版。見どころはエブリィと N 版の同時比較、同じワインディングロードを右と左で走行動画をお届けします。最後までのご視聴よろしくお願いします。当チャンネルは軽箱版鈴木エブリィをお金をかけずに楽しむをコンセプトとした中高年おっさん向けのチャンネルです。記憶力が低下している中高年の皆さん、月3本の不定期アップとなっているこのチャンネル登録の方をしてご視聴いただくことをお勧めします。私のチャンネルはエブリィのチャンネル、エブリィびいきな表現になりがちなので、そこはちょっとご容赦いただきたいなと思います。プロの YouTube とか乗ってる人の YouTube いいとこばっかしか言わないじゃないですか。ちょっと購入ガイドとしては役不足だと思うんですよね。私ははっきりとスタンスが鈴木エブリィよりと偏ってますよっていうふうに断言して N 版を評価しますので、一番間違いないのではないかと思います。さらに YouTube ね、いろいろチェックしたんですけども、私が軽バンで一番重視している項目、走りの楽しさ、これについて語っている動画がほぼゼロなんですよ。全然そこ触れられてないんですね。なので走ってみて乗ってみてどんな感じかって結構気になるはずじゃないですか。そこを中心にお送りしますので、ぜひぜひ最後まで見ていただけると大変嬉しいです。決してディスったりはしませんので安心してみてください。よろしくお願いいたします。 N 版という車のご紹介を。 N 版、この車は私が乗っているエブリィとかハイゼットカーゴ後でいわゆる専用に設計されたエンジンが助手席の下にあるキャブオーバー車とは成り立ちが全く違います。 N 版は乗用車 N ボックスをベースとした軽商用版なんですね。ではこのベース車両 N ボックスなんですけども、私は以前の動画でこの車を高く評価しました。その動画はこちらになります。走りの部分を評価している動画ちょっとご覧ください。旋回こういうきついところアクセル入れてきます。まだ出ませんね。あれちょっとなんか警告出たんで何かしらあったんでしょうね。あ、これすごいわ。早い。楽しいです。楽しくないかなと思って楽しいですね。アクセルオン、もう曲がるね。すごい。はい、いかがだったでしょうか。この N ボックスですね、素晴らしい車でした。実は私の動画ではふざけてエブリィこそ最強ということでエブリィの方を勝たせてるんですけども、最後に良い子のおっさんは素直に N ボックス買ってくださいと。そのぐらいね N ボックスはどなたにでもおすすめできる走りの楽しさを持ってる私も欲しいぐらいいい車でした。うまい。私が軽バンを評価する際に重要視しているのは走る、曲がる、そして止まる。最後の止まるなんですけども、これ停止するという止まるじゃなくて宿泊の方の止まるなんですね。で、なぜその止まる車中泊性能の前に走る、曲がるが最初に来るのか。これはより大事だと思っているのが、たまにしかやらない車中泊じゃなくて走りの楽しさなんですね。どうでしょう皆さん。走りが楽しくて到着するまでの道のりもすごく楽しい。そして到着してから泊まる、宿泊するのも楽しい。これが最高の車中泊カーじゃないですか。 N 版なんですけども N ボックスをベースとしていながらいろいろな部分で違いがあります。ちょっと上げていきますね。まずはご存知かも分かりませんけども B ピラー、柱ですね。エブリィでいうと助手席の横ぐらいにあるこの柱ですね。助手席側だけ B ピラーがありません。これは横から荷物を積み下ろししやすくするために B ピラーを取っ払ったという構造になっています。そしてその荷物を積むということに力を入れた結果、床をフラットに作ったんですね。そのために簡易的なシート、助手席とリアシートは座り心地よりも畳むことを重要視したシートになっています。そして足回りですけども、ショックアブソーバーとスプリング、それからリアのトーションビームです。こういったサスペンション関係は N 版専用の強化されたものに変わっているとのことです。はい、ここからちょっとですね、走りの楽しさと絡んでくる違いをちょっと言います。3点あります。1点目、VTEC がついてない。
VTEC っていうのはすごく簡単に言うと、ウィーンって訳するんで、ウィーンってなった時に力がもりもり出るようにする装置です。すごい簡単に言うと回転の低いところを重視したエンジンになってます。それからギア比が低い低回転重視のギア比になってます。そして3点目、これは他で全然語られていないんですけども、ホンダのトルクベクタリング機構の一つのアジャイルハンドリングアシスト、これが装着されていません。アジャイルハンドリングアシストというのはですね、フロントエンジンフロントドライブ車 FF 車の場合、コーナリング中ですね、カーブを曲がっている時にアクセルをたくさん踏み増していくとどんどん外側に膨らんでいくという基本特性があるんですが、それを補正してくれるんですね。外側にこう膨らんでいっちゃうのをグイッと内側にですね切れ込むような、そういうハンドリングを実現する装置です。このアジャイルハンドリングアシストが軽商用版の N 版には装備されません。ここすごいポイントです。では N 版の走りはどうなのか、第一印象を語っている動画がこれですのでご覧ください。第一印象ですけど、なんかステアリングの感触がしっかり感があんまりないっていうか、曖昧っていうか、ふわふわっとした感じ。エブリ乗ってるとね、12インチのタイヤがねちっちゃく感じるんですけど、なんかもっと台形なタイヤがついてるような印象を受けますね。FF 乗用車の N ボックスベースで作ってあるので、普通の車にこれまで乗ってきた人が普通に受け入れられるように作ってありますね。 CVT でね低回転を保って走ってくれるし、促進性もいいし、騒音レベルでいうとエブリーの3段階ぐらい上のいいレベルですね。あと振動、極悪と言われているエブリーに比べるともう極上の乗り心地、軽とも思えないし N ボックスとまあ同等レベルにあるかなと。印象としてはですね、まあやっぱりホンダかなと。第一印象はホンダらしいなっていう感じがします。よくできてます。よくできてるんですけども、楽しさの全力投球みたいなものかっていうとそういう車じゃないですね。はい、第一印象動画いかがだったでしょうか。まあここの第一印象での結論は、正直 N 版のハンドリングは私の好みのハンドリングではなかったです。私ね、乗り込んで最初のですね交差点を左折した時にめちゃくちゃ膨らんじゃって、グワーンとね外側に膨らんでおっとっとっとってね切り出したんですよ。そのぐらいねハンドリングがねおおらかというか大回りするというか、街中での走りはそんな感じになります。はい、ではここからはなぜこの N 版には N ボックスの走りを素晴らしいものにした VTEC エンジンとアジャイルハンドリングアシスト、これが外されてしまったのか、ここの謎解きをやっていきたいと思います。車検証を見てみましょうか。重量配分が違いますね。N ボックスはフロント540キロ、リア360キロで、前後重量配分は6対4、60% 対 40%。対してこの N 版はフロント580キロ、リア380キロ、60.5% 対 39.5% と、より前寄りの重量配分になってます。これは B ピラーを取っ払って横から荷物を入れやすくした、出し入れしやすくした、この構造を実現するために通常の柱ピラーを取っ払ってドアの中にピラーを内蔵したんです。結果フロントドアがものすごく重くなった。助手席側のね。ただ私が感じたんですけども、運転席側のドアも重くないですかと。最初に N 版に乗り込む時にドアを開けて、その時にあれと思いました。めちゃめちゃ重いんですよ。 N 版は助手席側フロントドアのみならず運転席側のフロントドアも重いです。おそらく想像ですけども、助手席側だけ重くしてしまうと左右のバランス悪くなるんで、運転席側のドアも重くしてあると思います。何を入れたのか分かりませんけど重いんです。結果としてフロントがより重い重量配分になっている
ではなぜフロント側をより重くしなければいけなかったのか、それははっきり分かります。350キロ荷室に積まなければいけなかったから。当然ですね、荷室というのは後ろ側にありますんで、350キロを積むと後ろが重くなります。前が持ち上がっちゃうんですね、極端に言うと。 N ボックスのままの重量配分でいくとフロントが浮き上がってしまうとなると、前の車輪で駆動する FF 車ですから、ホイールスピン、前に進まなくなっちゃうんですね。駆動力が失われてしまう。 FF 車っていうのは必ず前輪に荷重がかかっていないと成立しないものなんですよ。これ非常に難しいトライだったと思います。フロントドアを重くしたと。このことによっておそらく N 版は破綻しないハンドリングを手に入れたのだと思います。ということで VTEC を外したこと、それからアジャイルハンドリングアシストを外したこと、これの答えがおそらくですよ、私のあくまで想像ですけども、 VTEC のような高回転型のエンジンにしてしまうこと、それからアジャイルハンドリングアシストで俊敏な操縦性ハンドリングを与えてしまうと、350キロ積んだ時に危険な操縦性になるんじゃないかと、私はそう考えました。350キロをガチで積むと考えた時には、ホンダお得意のこういったギミック、これは使えなくなるんだということですね。ホンダさんの判断は正しいと思いますよ。あくまで商用車として使ってもらうというですね、第一命題、これをわきまえた設計になっていると思います。下手に車中泊ユーザーとか個人ユーザーが遊ぶためっていうところは優先していないんですね。なのでこれダイハツのハイゼットカーゴも一緒ですけども、リアドアのガラス窓は上下昇降しないですよね。ここはもう商用車としての作り、ここにしっかりこだわった結果だと思います。ここからが今回のハイライトです。 N 版、この車のハンドリングは一体どういう感じなのか、これを感じてもらうために N 版とエブリー、全く同じワインディングロードを走りました。右がエブリー、左が N 版です。法定速度はしっかり守って楽しい感じのペースで走ってます。これでそれぞれのハンドリング、操縦性が見て取れると思いますので、じっくりご覧いただきたいと思います。どうぞ。楽しいです。自転車欲しくないわ。攻めらんない。どうしたらいいこれ。ここかなり前に楽しくした問題があるんだよ。IZ、プリウス、レンジローバー、なんだスバル、ロストレックかな。ヤヒダイハツ、ダイハツとトヨタブラックかもしれない。爽快感ゼロだね。危ないよね、自転車って。やめろよ。やめろとは言ってないか。いいね、マシンの性能によってはいいとこはないと思うけど、今回乗る N 版は CVT なので、スタイルファンでね、ターボなしってやつですからね。こういう風な CVT がどれだけトルクバンドキープしてくれるか、L レンジがめちゃくちゃワイドレンジで N ボックスと同じものを使ってると思うので、同じように速度が使えるので、逆にバインディングは走りやすい CVT じゃないかなと想像してます。L レンジまでやらせるんだね。なんかそうだね。最低限はみ出ないかもしれない。そうね。右コーナーをちゃんと大回りで回れないっていうのは一番、この車はね、6速マニュアルの方がいいかもしれないです。で車の性能にミッションが全てをね、大事にしてるので、水ボックスは悪くなかったので、感心したんで、そこポイントでね、それはちゃんとできるかどうか大事だと思うので、つまんないです。切れ味鋭いね。これを反対側から来るのか、俺に思った方がいいのか。攻めるコースだったので、自転車引かないようにしないとね。歩行者も出てきて怖いな。
96キロ走って8.44 リッターだ。燃費めっちゃ悪いやん。今回の動画のお味はいかがだったでしょうか。司令官コンスコンがお送りしました。おっさんは生き延びることができるか。